レギュラーラジオが初めての陽介くんは、たくさん経験値を積んだ健太兄ちゃんこと、番組冒頭の掛け声を母音だけで教えてくれる母音母音兄ちゃんのもとを訪れて、今日も掛け声を教えてもらうのでした。母音母音兄ちゃん。いやー、この辺もポツポツと桜が咲き始めてきましたね。もう少しで満開なのかな。いやー、でもラジオの世界は花粉がなくていいですね。早く花粉のないラジオの世界でお花見したいな。なんで陽介もう花見してるのか。そう、ラジオの世界のね花見はね花粉がないの。でも満開になる頃にはさ、多分ツアーのリハとかいろいろやってるからさ、予定が合わなさそうだから。まあそれ忙しいな。そうそうそう。じゃあ今からやるか。お前はいやってみるか。お前花見やる？咲いてないよだから。お前大丈夫よ。お前任せとけよ。この粉振りまいたら粉一発だから。ほれうおすごい、ただの花坂じいさんじゃん。よし、こんなもんか。じゃあ花見やるか。お、やりましょう。ありがとう。じゃあ花見の前に掛け声しとこう。母音だな。母音で。この粉は置いとくぞもう。じゃあ今日もな。花粉じゃないんだよねその粉。ちょっと黄色いけどな。危ないな。やばい、大変。じゃあ母音だけで教えるから、はい、耳を澄ましてよーく聞けよ。じゃあ陽介、今日の掛け声はこれだ。あうあああんあい、おえあえんあい、ああいえあうえ、おうあいあい。長くない？あうあああん、あうあああんあい、おえあえんあい、ああいえあうえ、おうあいあい。わかったか？これで勢いよく始められるはずだ。陽介頑張ってな。陽介さん、間もなくです。もう番組始まるじゃねえか。3秒以内にさっき教えた掛け声を叫ぶんだ。いや、桜が満開、俺は変態。マサラカ。マサラカ。飲みすぎ。いや飲んでないんだよ。スパイエアマサラカ。スパイエアのマサラカ。こんばんは。時刻は深夜1時を回りました。スパイアボーカル陽介とドラムのケントです。この時間からは僕の出身地である福岡から日本中世界中に発信していく番組スパイアのバサラカをお送りしていきます。お願いします。いや惜しかったけどね。惜しかった。桜満開、俺は変態。惜しい。惜しい。桜は満開、俺は全開でした。全開ね。だからまあ母音はあってた、韻は踏んでた。ただあーは何だったの？いやもう忘れた。かましてやるぜ超神回って書いてある。分からけねえだろ、使わない俺そんな言葉。ボキャブラリーにない。俺の辞書に神回はない。ということで桜の話したんですが、収録日の時点では日付変わって今日3月23日が福岡の桜開花予想日。だからまだ分かんねえってことだね。分かんねえ。分かんねえか。そうか。粉巻いて帰らないといけない。黄色い。ほらほらいっぱい咲いちゃうよ。花見とかやりますかって書いてあるんですけどね。やる？絶対やんない。なんで？花粉症だ。花粉症か。きついねそれはね。でも今それこそ東京だったら目黒川、目黒川沿いのバーとか行ったら花見できる。夜。あ、そうだよね。室内から見ない。しかもさ明かりついてるよね。そうだから普通にできるよ。それとも室内で。なるほどね、それはいいかもね。夜だったら花粉も少ないか。そう少ないし、真っ昼間からやると思うと多分相当きついけど、夜の花見がいいか。夜ライトアップされた花見も綺麗ですよ。夜だとさ、多分さ、あの時期の目黒川すごいじゃん、人が。すごい。もうほんとすごい。夜だと落ち着くのかなちょっとは。いやすごいと思う。あ、マジか。まあでも毎日じゃないでしょ。そう毎日じゃないと思うから、まあ平日とかだったら大丈夫だと思うし。いいこと聞いたわ。東京の初花見を、夜花見をしてみてください。やってみたいね。ということでたくさんメッセージいただいてるので、そうだね、読んでいきますか。ご紹介します。
陽介さん、健太さん、こんばんは。こんばんは。もう春が始まりましたね。始まりました。この前陽介さんが言ったドラマ、おっさんのパンツがなんだっていいじゃないか見ました。テーマと内容もいいし面白かったです。お二人も時代だなって感じる時とか、逆にこんな大人にはなりたくないなとか考える時ありますか？私はまだ22歳ですけど、時々最近の若い子はって考える時がありますね。早いでしょ。ラジオネームまんじゅうさんね。まんじゅうさん、ありがとうございます。なんかさ、こんな大人になりたくないなって思ってる時点で多分、そんな大人になっちゃう気がしてる。なるほどね。老害って言われないようにしたいなって思ってるの。でもさ、そういうマインドがある時点で、さ、多分そのマインドって変わんないと思うじゃん。変えないためにそのマインドを保ち続けるわけ。あれだ、緊張するなと同じマインドってことね。緊張していっちゃうみたいな、だから結局なんかその尖りは残るから、多分若い子から見たら、香ばしいおっさんだなって言われちゃうから、まあ俺は諦めてる。そのままでいいかな。そのままでいいかな。なんかそのままの方がなんか何も考えてないからさ、いいかな。確かにね、そうかもしれないね。最近から別にだから俺も思わないもん、最近の若い子はってあんまり。でも俺もないかな、最近の若い子はっていうのは。若い子ってくくらないよね。そうだね。なんかこういう性質だなこの辺の年代はっていうのはあるけど、まあそれはね、それが大きなくくりで俺より下って言ったらさ、要は30代から10代ぐらいまでのさ、すごい幅広い年代になっちゃうじゃん。俺が若い子はっていうと、っていうくくりはしないな。だから10代の子とかはなんかこういう性質だよねとか、20代ってこうだよねみたいな大まかなのはなんとなく俺の中であるけど、でもそれをその年代の子たちにお前らはこうだからっては言わないよね。言わないよね。だからあんまないかな俺は。だから時代だなって感じる。まあでも時代だなって感じるのはコンプラだわ。それは感じる。コンプラ厳しすぎて逆にコンプラ緩くなってねって思う。確かに。なんか一周回ってないそれみたいな。もう何も言えないじゃんじゃあっていうあれ、そうなるとなんだろう、なんかね、思想って自由だったんじゃなかったっけみたいな。そうだよ。なんかすごいぐるっと回って多様性をしてる割にはさみたいなとこあるじゃん。そうだからこの話をしだすと多分すごいいっぱい切らなきゃいけないことね出てきそうだからやめとこうが。もう一件来てます。こんばんは。ラジオネームおしゃさん。こんばんは。そして健太さん、お誕生日おめでとうございます。ありがとうございます。人生で一番最高と思えるような一年になることを願っています。ありがとうございます。そんな誕生日の前にドジャースとカブスの練習見学チケットを勝ち取り見に行ってきました。東京ドーム入ると同時にオレンジが流れてきて最高すぎました。こんな大きな会場で大好きなメジャーのチームたちと大好きなスパイの曲が聴けてエモかったです。あまりにお伝えしたくて初メッセージをお送りしました。ありがとうございます。俺が X で見た人かな。じゃあそうかもしれないね。いやすごいよね。嬉しいね。嬉しいです本当に。大谷翔平がオレンジを耳にしたわけだからね。耳にしてたんだ。すごいことですよ。すごいことですね。気にしてないと思うけどね。いやわかんないよ。わかんないよ。知ってたら熱いね。熱いよ。熱いですよ。そしてちょっとね、これはね言いたいメッセージあります。何でしょう。ラジオネームマリさん。ありがとうございます。陽介さん、健太さん、こんばんは。こんばんは。実はお二人にご報告したいことが、以前年末に恋愛相談をし成人式を終えてからすぐ気になる人ができました。陽介さん、好きな人のことを考えると本当にご飯喉通らなくなりますね。その人は同級生でスパイが大好きなギタリスト。キャナルシティの公開収録後、共通の友達がいたことをきっかけに話し始め、この恋なんと実りました。すごい。おめでとう。おめでとう。本当に世間って狭いですね。お互いの共通点にスパイアがあったからこうして出会えて幸せな毎日が送れてます。次のツアーもお二人とも当選していてぜひ福岡行きます。ありがとうございます。お二人のアドバイス通りありのままの自分でいてよかったです。ここからは一緒にスパイを応援しながら頑張ります。以上ご報告でした。おめでとう。いやいいね。バサラカがどんだけね力になるかっていうのをこれで示しましたね。実例が一件できました。いやありがたいですね。番組では皆さんからのメッセージまだまだお待ちしております。メッセージの送り先はすべて小文字でバサラカ@fm福岡.jp basaraka@fm福岡.jp もしくは FM 福岡ホームページにあるメッセージ応募フォームから番組名スパイのバサラカを選択して送ってください。番組実況も大歓迎です。 X でハッシュタグバサラカをつけてポストしてください。それではスパイのバサラカ、この後深夜1時30分までお付き合いよろしくお願いします。スパイエアのバサラカ。お送りした曲はスパイエアで桜蜜月でした。それではこちらのコーナーに参りましょう。フレンドトーク。
はこのコーナーは皆さんの周りにいるフレンドから聞いたことを送ってもらうコーナーです、僕たちは、あんたの話でしょなんてことは言いません。ぜひフレンドから聞いた恥ずかしいトークを教えてください、ということで今週も皆さんのフレンドから聞いた恥ずかしいトークが届きました。はい、ラジオネームひろっちさん、ありがとうございます。よすけくん、けんたさん、こんばんは。初めてメッセージを送ります。ありがとうございます。少し年配のお友達が昔から大ファンのアーティストのライブに行った時の話です、そのアーティストのライブはジャンプをしたり激しく体を動かしたりしないロック系ではなく、手拍子したり一緒に歌ったりするライブなのですが、ライブが中盤に差し掛かった頃、友達の足元に何かがふわっとまとわりついたそうです、と同時に腰回りがスースーと涼しく感じ、ふと下を見ると黒いものが足元に落ちていたそうです。そうなんです。履いてたパンツがライブ中にずり落ちてしまい、下着姿があらわに両隣と後ろの方々の視線も一瞬何が起こったのかわからなかったようで、友達がズボンを上げた瞬間、何もなかったかのように自然に、振る舞ってくれたそうです。優しい。でも友達はそれが逆にすごく恥ずかしかったそうで、その日以降ライブの日は紐結びのパンツを履いていかないと強く思ったそうです。箱でのライブでなくてよかったと本人は言っていましたが、いやいやそこではないよと聞いた時はしばらく爆笑が止まりませんでした私もライブの日は紐タイプのパンツは避けようと心に誓いましたということで。すごいねそんなことある。紐パンツか。パンツ？そうパンツだよね。ズボンのだ、男はちょっとわからなかったね。俺はもうパンティーが落ちたのかと思ったいやだってさ、男はやっぱさベルトとかさ、あるから、そんなに無意識下でさ、ズボンがボンって落ちることってないじゃん、ほぼほぼ。ないでも女性はやっぱそのベルトっていうよりもこう紐だったりする、ね、とかゴムっていうの結構多いじゃん。ちょっと手上げたりするとさ、お腹がこうジャンプとかしてないわけでしょ。しないと思うけどさ、多分乗ってはいるじゃん、こうやって、だからこの時に手が上に上がって腹筋が伸びたから伸びた状態で、そういうことだ。その通常の状態で縛ってるよりも、ウエストが細くなっちゃったんだね。そう多分それで落ちたんじゃない？なるほどね。いやこれははずいわね。ウェイとかできないしね、友達じゃないしさ、しかも曲が多分かかってる途中だからさ確かに、落ちちゃったみたいなノリじゃないもんね、はって全員が、しかも多分一瞬気づいてないんだよね。そうだねいやすごいわ、おもろこれ、ちゃんとベルトタイプもしくはもっとフィットするね、そうだね、パンツを履いていってください続いてきております、ラジオネームケンティです。ケンティ、陽介くん、健太さん、こんばんは、ただいまプロポーズ大作戦を考えているケンティです。なんかさ、前も話なんか聞いたことあるよね。その人かな。このお店でこういう流れでと自分のロマンをぶつけるために着々と準備を進めております。前の人かな。ケンタあれだよ、思い出した。プロポーズいつするかみたいな。やったね、その方か。そうじゃあ気持ちを伝えた時にはお二人にも報告しますので待っていてくださいって感じ。まだやってないで話は変わりましてここからです本題。今日はお二人に僕の友人の話を聞いてほしいです。僕の友人は音楽を聴くのが好きで、通勤途中家でゆっくりしている時などさまざまな場面で音楽を聴いています。ただ問題があります。音楽を聴いていると無意識に体が音楽に乗ってしまうのです、通勤中のバスの中、友達と歩いている時もです、音楽を聴いていなくても会話のちょっとしたきっかけで頭の中で音楽が流れると頭が少し揺れたり口ずさんだりすることも多々あります、職場の人からはバスで見かけましたけど音楽に乗ってて声かけられませんでしたと言われ、遊びに出かけた時にはたまたま居合わせた見知らぬ少女から、好奇の目線を向けられていました常日頃から音楽に囲まれているのは素敵なことなのですが、こういった話を聞くといたたまれない気持ちになってしまいますかわいいね。もうねいやほんとケンティいいやつなんだろうね。いやいいやつだろうね。ケンティの友達か。ケンティの友達ねいやいいんじゃない。全然いいと思うよ、俺もそっちタイプだもん。どっちかって言ったら本当、乗っちゃうタイプ。指パッチンたまにしちゃう。指パッチンやだねすごいやだね、パチンされたらね急にケンティはそのままでいい気はしますよね。ケンティの友達ね。そうケンティの友達ね
いいやつだな本当に。もう話聞いてるとね、本当にこう、貫き通してほしいですけどね。逆にね僕はね突っ走っていいと思います。まあということで、こんな感じで皆さんから聞いた話を教えてください。僕たちは決してあんたの話でしょなんてことは言いません。ぜひ友達が言っていた恥ずかしい話を教えてください。皆さんが友達から聞いた話お待ちしております。それでは今日はケンティの友達の話からこちら選曲しました。牧原紀之さんでどんな時も。スパイエアのマサラカ。お送りした曲は牧原紀之さんでどんな時もでした。陽介健太のお悩み相談。この時間からはリスナーの皆さんから送られてきたお悩みに答える陽介健太のお悩み相談です、今週もお悩み届いております。ラジオネームコンコンコンさん、ありがとうございます。陽介くん健太くんこんばんは。こんばんは。お二人に相談がございます、私は結婚してもうすぐ丸9年なのですが、結婚した頃からよくハゲたら離婚なとめちゃめちゃ旦那に言ってました冗談のつもりでした、しかしハゲてしまったのです。私が円形脱毛症です。500円玉強、これ旦那に言ったら離婚ですか円形はセーフですか？あと円形になったことありますか？治りますか？どうか教えてください。よろしくお願いしますということで。いや離婚まずないと思う。大丈夫です。大丈夫大丈夫。ただ大きいっすね500円玉強って。でかいね。円形もなんかいろいろあるけど結構でかいよね。ね。俺はなったことないんだよ円形脱毛症は。ないわ。いや治るんじゃない？多分お薬で治ると思うよ。でも円形は多分ストレスとかさ、一時的なやつのはずだから。そうだね。多分自然に結構なったことある人います？いないなスタッフも。多分なんか自然に治ってるイメージではある。まあちょっとごめんなったことないから調べたこともないんで。でストレスためずに、だからまあちゃんとご飯を食べて、あれがいいっていうよね。わかめとか。海藻類ね。そう。確かに確かに。だからとりあえずなんかこう自分なりに多分髪の毛にいいものっていうのをこう調べて、ストレスをためない、これあれじゃ旦那さんにさハゲたら離婚なって言ってたからさ、それ言霊で帰ってきちゃったんだよいやあるね。いやあるよ。あるある。言霊ってやっぱさ脳みそってそういう言葉に騙されるから。あるよね。プラシーボ効果とかもあるしね。そうだから一旦その旦那さんに謝ろうか。そうね。謝って、あんなこと言ってごめんねって私できちゃった一回ね。それで離婚はされないですよ。大丈夫。それが一番いいと思います。で、ちゃんと寝て、ちゃんとご飯食べて、睡眠重要。タイムもあれだもんね。確か10時から2時ですね。そう一番回復するところ。じゃあ今日俺らハゲちゃうじゃん。今日でハゲないよそしたらもう多分今日ハゲるのスタッフのみんなだよこんな喋ってもないのにねずーっとわけわかんない俺らのトーク聞かされてまあハゲるときは全員でハゲようぜ。全員でハゲようぜもう一件いきます。行きましょう。ラジオネームハイドさん。ハイドさん、初めて送ります。ありがとう。僕は4月から社会人になって仕事が始まります、ですが僕は人見知りなので職場に馴染めるか不安です、人見知りでもうまく話すことのできるコツはありますか？陽介さんや健太さんもこのような経験があるのなら体験談を教えてほしいですと。やっぱあれだね、この時期そういう系多いね。まあみんな同じ不安を抱えてるんだなって思うことがまず一個、自分だけじゃないっていう、みんな同じ気持ちで接してるんで、きっと多分ハイドさんの行く職場の新人の子たち、っていうのは全員多分同じ悩みを持って集まってきた仲間って思ったらまず気が楽になるんじゃないかな。一個だね、だから全然ねそうみんな同じだから。だから別になんかこう気張る方がね、気張ってこう無理に頑張っちゃう方が逆効果な時って結構あると思う、あるね。だから自然体でいいと思うんだよ。で人見知りは人見知りで全然いいと思うんだけど、話しかけられた時になるべくこう人の目を見て話した方がいいとは言うけど、それもできない時ってあるじゃん。ちょっと恥ずかしかったりとかいろんな理由で、そういう時は相手のネクタイなり顎先なり、その目に近い俺がよくやるのは眉間なんだけど、眉間を見て喋ると確かにさ、目見て喋れって言われた時さ、2つの目を一緒に見れないもんな。いや見れるよ。いや見れないよ。じゃあ見れるのよ。俺今右目見てる健太。見れないかも。目見て話でしょ。いや見れるよ。いやでもさ、フォーカスは右目にいってんの。だから陽介から俺を見た時にね。次左目いくよ。こういうこと。わかるよ。わかるでしょ。こういうのは。でもこれさ
だって両目を見ようとすると、あーってなっちゃう。確かに。あ、でもそれはあるかもね。最近思ったそれ。1点だけの方がいいかもね。その両目っていうよりも右目か左目か。俺はね眉間なんだよ。眉間なのか。眉間が俺は一番楽なのよ。バランスついてんだ。そう。でもさ今眉間見てるけど目見られてる感じする。する全然するの。眉間はする。やっぱり。でもこれが鼻とかになるとちょっとやっぱ目線ずれるんだよね。鼻先とか顎って。あ、そうなんだ。そうだから眉間ってちょっと自分の外側の視野に人の目は入るんだけど、目を直で見るとさ結構きついじゃん自分が。なんだけど眉間は割といけるから結構眉間はおすすめ俺。ちゃんとやるときに。だからそうだね。まあそういう相手が不快にならないようにすることだよね。そうこちらができることは自分が何かしようって頑張るんじゃなくて、何か話しかけられた時に相手になんだこいつって思わせないような立ち振る舞いでいいと思う。それだけでいい。だから割とパッシブでいいと思うね。だからもう本当挨拶するとかさ、本当基本的なことだけでいいと思うよ。だからね、でみんな緊張してるから。みんな同じって思うと多分もう一番楽になると思う。みんな緊張してる。そういうのは気負わなくていいと思うよ。頑張ってください。頑張ってください。ということで番組では皆さんからのお悩みも募集しております。小さなお悩みから大きなお悩みまで幅広く募集しておりますので気負わず送ってみてください。皆さんからのお悩みお待ちしております。スパイアのバサラカ。お送りしてるのはスパイアでバディです。はい、ありがとうございます。今日はこの曲に乗っかりながらエンディングですということで、やっぱ、みんな悩んでることは同じなんだね。でもやっぱこういうお悩みが増えたりとか、でもそれと同時に桜がさ、桜の話題も増えてくじゃん。そうね。このさ季節の移り変わりとこのタイミング、その先人が作ってきた四季の感じってやっぱグッとくるね。なんかね。先人が作ったわけだこの季節にこれをやったらいいだろうって決めてきたことじゃん。卒業と入学とかさ、新しく4月に始まるって決めた人天才だなって思うんだよね。確かに。桜の季節にわざと被せたでしょこれ絶対。そうなのかな。そうでしょ。じゃあ海外違うのかな。だって海外学校とかも違うでしょ。だもう6月とかさ9月っていうのもあるじゃん。ああ、そっかそっか。そうでも日本はさこの4月に、3月に終わって4月から始まろうって決めたのってさ、多分桜が咲いて散ってくまでのこの期間に、この人間の感情全部収めようぜっていうなんかさ感じるんだよね俺。確かにね。って考えるとすげえなって。確かに。それ日本ならではだね。ならではやっぱこういうのがあるからきっとこのわびさびみたいなのあるんかなってちょっと思うね。確かに、そこは美しいね。美しい。ということでスパイから何点かお知らせものです。はいよ。現在ドラマ問題物件主題歌バディが各種音楽配信サービスにて配信中です。バディを引っ提げて今年の5月からは7都市での全国ツアースパイアツアー2025バディの開催も決定しております。福岡公演は5月17日土曜ゼップ福岡です。はい、お願いします。そして7月19日土曜日にはナンバーショット2025に出演決定しております。はい、よろしくお願いします。我々ノボセモンステージ、野外の方かな、そちらでやりますので皆さんそちらも遊びに来てください。今日もたくさんのメッセージありがとうございました。番組では皆さんからのメッセージをまだまだお待ちしております。メッセージの送り先はすべて小文字でバサラカ@fm福岡.jp basaraka@fm福岡.jp もしくは FM 福岡ホームページにあるメッセージ応募フォームから番組名スパイアのバサラカを選択して送ってください。番組実況も大歓迎です。 X でハッシュタグバサラカをつけてポストしてください。そしてこの番組は YouTube や音声配信サービス Spotify やラジコでポッドキャストも公開中です。再編集版の番組本編や番組収録前のアイドリングトークなども配信してますし YouTube の方では字幕付き多言語翻訳も対応してますので世界中のお友達にどんどんおすすめしてください。ということでこの時間のお相手はスパイアボーカル陽介とドラムの健太でした。それではまた来週。